皆さんどうもこんにちは。いつも動画を、ご覧にいただきありがとうございます。今回はですね、国外の、方々から、たくさん動画を見ていただき、煙突の、制作状況について、いろいろ解説をしていただきたいということで、今回、ちょっとバージョンアップした形で、動画の解説を、なるべく詳しく、解説していきたいと思いますので、どうか本日もよろしくお願いいたします。はい、では早速解説を始めたいと思います。今回は、某化学工場の、煙突を製作しております。今回の煙突に関しまして、ステンレス製の SAS304 の煙突を製作しております。今のこの、溶接している状況ですけども、板厚が9ミリですね。9ミリ同士の板を、突き合わせの溶接です。今回は、物が大きいので基本的にはコストとかいろいろ考えると、突き合わせで裏発理ですね。裏発理した状態でこれ2層目の、溶接です。1層目は棒を入れてるので、薄いところですね。それをまた友付けで走っていってるっていうイメージですね。そして、今回の、溶接電流は、この内面に関しましては、150アンペアです。基本的に弊社の、製作ものに関しましては、8割方は第三者機関による、非破壊検査ですかね。鉄であれば、ビューティー検査、エコー検査ですね。で、ステンレスの場合であれば、基本的には、PT 検査、カラーチェックですね。こちらの製品に関しましても、お客様による、立ち会い検査ですね。寸法チェック、そして、製作ミスがないか、あと溶接の外観チェックですね。お客さんの立ち会いまでに、基本的にはその非破壊検査っていうのは先に受けておきますので、あとはその書類チェックですね。ミルシート、材料に対してのミルシートであったり、その非破壊検査の結果であったりっていうことですね。ただいま、溶接している状況ですけども、基本的にはオールポジションで溶接をしております。一応ターニングローラーがあるので、一応その上には乗せてるんですけども、コントローラーがその中まで届かないんで、今はもう止めた状態ですね。この状態で、走れるところまで、自分のやりやすい、ポジションまで一応溶接をしている状況です。こちらが先ほどのフィード外観です。基本的には、内面は裏発理なので、1層目に棒を入れて2層目を、きれいに仕上げるため友付けで走っております。続きましてはマンホールの、内面溶接ですね。今回はちょっと隙間が大きかったため、1層目かなり苦労してちょっと止めながら溶接をしたんですけども、今回の溶接電流はこれは130アンペアです。溶接棒は 3.2 を使用しております。こちらが、マンホールの、内面の2層目ですね。
一応2パスで仕上げる予定でしたので、2層目を、もう基本的には、先ほどもお伝えしましたがオールポジションですので、このように、流しのところから始まりますけども、1層目は全て盛り上げております。最終層の電流は120アンペアの溶接棒は2ミリを使用しております。余談ですが、弊社の得意分野として、もともと弊社は、弊社が開業した当時っていうのは、構成煙突、こういう煙突ですね、こちらを主に、製作をしておりました。どちらかというと、色物っていうんですかね、こういうステンレス関係が弊社は、得意分野でして、多方面から今では、ステンレスのタンクであったり配管であったり、煙突であったり、いろんな製品を、ご注文いただいております。こちらがマンホールの内面の溶接ビード外観ですね。結構ちょっと目が詰まった感じになりましたけども、どうしても内面ですのでなかなかやりにくいっていうか、手が当たったり、基本オールポジションでやってるのでなかなかちょっと自分の納得いった、ビードになってないので、今後もちょっともっと努力して、綺麗なビードをつけていきたいなと思ってます。また今回このように、ご視聴いただいている皆様による、ご意見ご感想などあれば、どしどしコメントをいただければ嬉しいです。続いてはダブリングの説明を行います。今回煙突の本体が9ミリ、ダブリングが6ミリ、まず、このダブリングの溶接の、ポイントといたしまして、まず1層目を、ダブリングのこの6ミリの板の角をあまり溶かさないように、溶接するのが、ポイントだと思います。ちなみに1層目の溶接電流は、160アンペアぐらいだったと思います。で、溶接棒は、2ミリを使用したと思います。またこちらも、2パス仕上げですので、2層目、これが今最終層なんですけども、最終層の溶接電流も160アンペアぐらいだったと思います。溶接棒も2ミリを使用しております。なかなか基本的にその溶接の電気っていうのはもうなんか自分の感覚で溶接してるので、絶対これっていうのはなかなかどうしても言えないんですけども、溶け込み具合っていうんですかね、そちらを見ながら、溶接の電気を合わすっていうのが一番いいかなと思います。基本的にこの、僕がやってる溶接の電気が正解っていうわけでもないんで、その溶接屋さんの、スピードであったりとか、あとビードの間隔ですね、こちらの、ビードその本人の、溶接やってる方の、ビードによって溶接の電気っていうのは変わると思うんで、その人に合った溶接の電流っていうのが、正解じゃないかなと僕は
思ってます。皆さんいろいろな電気の強さであったり溶接棒の選定であったり、ご自身で一度試していただいて、自分に合った電気っていうそのベストの電気ですね、そちらを、ぜひ見つけていただきたいなと思っております。こちらが2層目のリード外観になります。このように、ダブリングの板 6mm の方ですね、こちらの板の角を1ミリから2ミリぐらい食わせる感じで溶接することにより、このような金色で、なおかつビードの幅が比較的揃った綺麗なビードが出ると思いますので、皆さんも一度試してみてください。続きましては、測定口ノズルですね、4インチの、パイプの、ダブリング、こちらの方を解説していきたいと思います。板厚は、本体が 9mm、ダブリングの厚みが 6mm、こちらも先ほどのマンホールのダブリングと同じようなイメージで、1層目の電っていうのは160アンペアぐらいで、溶接棒を 2mm 使用しております。先ほどもお伝えしたと思いますが、1層目っていうのはなるべく、板の角ですね、こちらをあまり溶かさないように、1層目のビードっていうのは不揃いでも、最終層最終パスで、きれいにかぶせていくので、そこまでこだわらなくても大丈夫だと思います。このように、ダブリングの溶接ですけども、1層目は、基本的には、両方から盛り上げの溶接をしております。最終層に関しましては、リード外観、こちらを重視するために、なるべく、盛り上げから、ちょうど反対側180度のところですね、なるべくそこの近くまで行くことにより、綺麗なビードが出ると思います。こちらの電気も先ほどと同じで、1層目は160アンペア、溶接棒は 2mm、最終層に関しましても、160アンペアの 2mm の溶接棒を使用しております。あとね、この続きっていうのは、その皆さんの、好みによると思うのですが、このまま、下から盛り上げていく場合と、この煙突を反転させて、その180度で溶接を止めたところから続けていくのかというのは、皆さんの好みによると思いますので、ぜひ、いろいろ試して溶接をしてみてください。こちらが、先ほどのビード外観になります。僕の場合は煙突を反転させて、先ほどの180度の溶接止めたところですね、あそこから、続けて溶接してみました。また、今回のダブリングの板厚も 6mm ですので、先ほどと同じようにダブリングの 6mm の角を 1mm から 2mm 溶かすことによってこのような、金色の溶接ができると思います。こちらが本日最後の動画になります。こちらの測定口は4インチのスケトウのパイプを溶接しております。板厚が 3.5mm ですね。今回の溶接電流は、170アンペアの溶接棒、1層目は溶接棒 2.4mm を使用しております。ちょっと隙間を大きく取っているため、隙間を埋めるために、今回 2.4mm の棒を使用いたしました。こちらの溶接も、基本的には、1層目は盛り上げで両方から盛り上げて溶接をしております。
こちらの溶接も、2パスで仕上げますので、1層目の溶接はあまりそこまでビード外観っていうのはこだわらなくても、その基本的に棒があまり途切れないようにっていう、そこだけを意識して溶接すると2層目の仕上げっていうのが比較的綺麗に仕上がると思います。またこちらの動画ですけども、まだ YouTube を始めて、2日目3日目ぐらいの時の動画ですね。そのため溶接のやってるところですね、溶け込んでるところとか、そういったところが撮影できてなくて、今回この溶接をしている、全体的な姿っていうんですかね、こちらの方しか撮影できてなかったので、またこういった煙突っていうのは弊社ではたくさん制作しておりますので、またそういう機会があれば今度はもっと上手に皆さんにもっと皆さんがもっと見やすい動画を、撮影できたらなと思っております。それでは、こちらが最終層の、溶接状況になります。こちらの溶接電流も、160アンペアの溶接棒は 2mm を使用しております。今回の、このノズルの溶接に関しましては、下から両方、右からと左からの盛り上げで溶接を仕上げていきました。このノズルに関しましても、皆さんいろいろこだわりがあると思いますので、半分溶接してまた、反転させてそこから溶接していくっていうのも一つの方法ではないかなと僕は思います。また最終層の溶接のキーポイントといたしまして、このようにローリング幅をちょっと広めにすることにより、しっかりした綺麗なビードがつくと思います。今回の動画の解説はいかがだったでしょうか。皆さんは、この動画を視聴していただいている皆さんにとって、少しでもお役に立てればなと思いながら、弊社としても動画を作成しております。また当然ながら弊社も、この仕事で商売をしておりますので、なかなか見せれるところと、やはりまだ見せれないところっていうんですかね、そういったところもたくさんあるんですけども、そのライバルを作るイコールやはり、自分たちのもっと、この向上心っていうのを、同様に磨いていく、上げていくっていう意識を持ちながら、動画の配信をしております。それでは最後に本日の、動画の、溶接外観ですね、そちらの方を、最後にまとめておりますので、そちらの方を、見ながらお別れしたいなと思います。また弊社の YouTube ですね、 YouTube を始めて、3ヶ月強ですかね、3ヶ月強っていう中で、弊社のチャンネル登録者数っていうのも、3000人半ばを超えて、このように皆様から、多大なる、ご支援をいただいて弊社の動画は成り立っております。まさかこのように皆様から、こんないい評価をいただけるとは僕は全然考えてもなかったので、今後とも、これに、
満足することなく、これからも、なかなかよそでは見れない動画っていうのを弊社としても、どんどん制作していきたいと思っております。また溶接の技術もどんどん磨いて、皆様から、どんどん褒めていただけるような溶接動画を配信していきますので、今後ともどうかよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。